解説。2000年のテレビ番組ベスト10。懐かしの名作を振り返る。ねえ、マリサ。2000年ってテレビ番組がたくさんあった年だよね。あの頃、どんな番組が人気だったか覚えてる？おお、懐かしいな。2000年はバラエティ番組が全盛期だったし、ドラマも名作が多かった年なんだぜ。毎週楽しみにしていた番組がいっぱいあったよ。本当にね。例えば、松本慎介とかはあの時代の代表的な番組だったよね。でも、どんな内容だったの？ああ、あれだな。松本と慎介のトークがメインの番組だったんだ。お互いに打ち合わせなしで即興的に進めて、二人の掛け合いが面白すぎて笑いが止まらなかったんだぜ。そんなに面白かったんだ。でも2000年って他にもすごい番組がたくさんあったよね？もちろんだぜ。犬夜叉とか相棒。あの頃のドラマやアニメは今でも語り継がれてる名作だらけなんだ。今回は2000年に放送された番組ベスト10を、ランキング形式で紹介するぜ。第10位。松本慎介。2000年10月から2006年3月。まず最初に紹介するのは松本慎介だね。2000年から放送されていたバラエティ番組で、松本人志さんと島田紳介さんのコンビが話題になったんだよね。そうだぜ。松本慎介は、二人の絶妙な掛け合いが売りだった番組だな。基本的に打ち合わせなしで収録が進められるっていう、かなり自由なスタイルだったんだぜ。打ち合わせなしで収録って、どういうこと？本当に何も決めずに収録が始まるの？ああ、そうだぜ。二人のトークの内容や進行は、スタッフの指示もほとんどなく、完全にアドリブだったんだ。それが面白かったし、予測できない展開が視聴者を引きつけていたんだ。それはすごいね。でも、やっぱり人気だったからこそ成り立ったんだろうな。どんな企画があったの？例えば食べ物に関する企画がよく登場してたな。特に松本が、知り合いと食事の約束をしてから収録に臨んで、美味しく食べられないって愚痴ったりするシーンがあったんだ。こういうリアルな反応が、視聴者にはかなり新鮮だったんだぜ。面白すぎる。でも、それって意図的にやってるんじゃなくて、本当にアドリブだったんだね。そうなんだ。番組内では、スライドや映像が出るタイミングに合わせて、松本と慎介がトークを進めることもあったんだけど、そのタイミングが噛み合わないこともしょっちゅうだったんだ。でも、それがまた面白かったんだぜ。それだけ自由だったから、視聴者も楽しめたんだね。でも、どうして2006年に終わっちゃったの？一番大きな要因は、慎介さんが個人的なトラブルで一時的に降板したことだな。代役を立てて番組は続いたけど、やっぱり二人の化学反応が大事だったから、その後番組が終了したんだ。第9位。犬夜叉。2000年10月から2004年9月。次に紹介するのは、アニメ、犬夜叉だね。あの頃、アニメはもちろん、漫画もすごく人気だったよね。ああ、犬夜叉は本当に名作だぜ。高橋留美子の原作を元にしたアニメで、戦国時代と現代が交錯するストーリーが魅力的だったんだ。犬夜叉と、現代からタイムスリップしてきたカゴメの冒険が書かれてるんだぜ。そうなんだ。戦国時代が舞台だから、戦いや妖怪との戦いがたくさんあって、すごくドキドキしながら見てた気がするな。でも、犬夜叉ってどんなキャラクターだったの？犬夜叉は、妖怪と人間の間に生まれた半妖の少年だぜ。最初はかなり短気で乱暴な性格だけど、カゴメと一緒に過ごすうちに、だんだん成長していくんだよ。もちろん、カゴメに対する思いも深まっていくんだぜ。カゴメって、現代からタイムスリップしてきた女の子だよね？なんで犬夜叉と一緒に冒険をすることになったの？カゴメは普通の中学生だったけど、神社の井戸を通じて戦国時代にタイムスリップしちゃうんだ。そこで犬夜叉と出会い、四魂の玉という神秘的な宝玉のかけらを集める旅が始まるんだぜ。最初は嫌々だけど、だんだんお互いに大切な存在になっていくんだ。ああ、それで二人の関係がどんどん変化していくんだね。で、この犬夜叉って、どんな魅力があったの？犬夜叉の魅力は、なんといってもそのストーリーの深さだな。
妖怪や四魂の玉をめぐる争いの中で、友情や恋愛、そして裏切りや試練など、様々な感情が書かれているんだ。それに、登場するキャラクターが個性的で、見ていて飽きないんだぜ。キャラクターが個性的なんだ。他にも仲間がたくさん出てくるんだよね。そうだぜ。犬や蛇の仲間には、弥勒やサンゴ、七宝など、個性豊かなキャラクターが揃っているんだ。特に弥勒の優しさやサンゴの勇敢さ、七宝の子供らしさが、それぞれの魅力を引き立てているんだよ。それだけ多くのキャラクターが絡み合うんだね。アニメとしても本当に楽しめた作品だね。第8位、池袋ウエストゲートパーク。2000年4月から2000年6月。次に紹介するのは、池袋ウエストゲートパークだね。私、このドラマすごく気になってたんだけど、どんな内容だったの？池袋ウエストゲートパークは、石平の小説を原作にした都市型ミステリーだな。舞台は池袋の街で、主人公の誠が周囲の人々の問題を解決していくというストーリーだぜ。池袋が舞台なんだ。なんかリアルな感じがするね。誠って、どんな人物だったの？誠は、池袋の街で生きる若者で、特に目立つような存在じゃないんだ。でも、街で起きる様々な事件に巻き込まれて、その都度、自分の力で問題を解決していくんだよ。しかも、ただの優等生ってわけじゃなく、ちょっとやんちゃな一面もあるんだ。やんちゃな部分もあるんだ。でも、事件を解決するのはすごくかっこいいね。でも、どうして池袋が舞台だったの？池袋は、東京でも特に多様な人々が集まる場所だからだろうな。犯罪や問題も多い街で、それを解決していくっていう設定がリアルで面白かったんだ。しかも、池袋のリアルな景色や街並みが書かれていて、視聴者にとっても親近感が湧くんだぜ。なるほどね。じゃあ、このドラマって、ただのミステリーじゃなくて、街や人間ドラマも深く書かれているんだ。その通りだぜ。池袋ウエストゲートパークは、ただの事件解決ドラマじゃなくて、登場人物たちの人生や心の葛藤も書かれてるんだ。それが、このドラマの大きな魅力の一つだな。そうなんだ。人間ドラマがしっかりと書かれているから、登場人物にも感情移入しやすいんだね。ああ、それに誠を演じたのは、若き日の長瀬智也だ。彼の演技が、このドラマの魅力をさらに引き立ててたんだぜ。長瀬智也さん、かっこよさと力強さが伝わってきそうだね。そんなドラマが短期間で終わってしまったなんて、ちょっと残念だね。確かに、視聴者の反響も大きかったし、続編が期待されてたけど、結局、全12話で終了してしまったんだ。ただ、その後の日本のドラマに与えた影響は大きかったんだぜ。そうなんだ。今もなお、名作として語り継がれているって感じだね。まさにそんなドラマだぜ。都市型ミステリーというジャンルを確立した名作だな。第7位、プロジェクト X、挑戦者たち。2000年3月から2005年12月。次に紹介するのは、プロジェクト X 挑戦者たちだね。この番組は実際にあったプロジェクトや、挑戦者たちの感動的なストーリーを紹介していたんだよね。その通りだぜ。プロジェクト X は、無名の人々が挑戦し、数々の困難を乗り越えて大きな成功を収める姿を描いた番組だ。毎回、実際に起こった歴史的なプロジェクトを取り上げ、その過程で起こったドラマを書いていたんだ。どうしてこんなに多くの人が感動したんだろう？まず、番組の結論は、挑戦することの大切さを視聴者に伝えていたからだよ。どんな困難に直面しても諦めずに挑戦し続ける姿勢が大きな感動を呼んだんだ。例えば、日本の宇宙開発や、未曾有の技術革新を達成した人々のストーリーが取り上げられたことがあるんだ。そうだったんだ。具体的にはどんなエピソードがあったの？例えば、日本初の人工衛星、大隅を打ち上げるために奮闘した技術者たちの話とか、福島原発を建設した技術者たちの努力の物語が書かれたんだ。これらのエピソードは、ただの成功談ではなく、技術的な苦労や、個々の人間の感情や思いが強く伝わってきたから、視聴者は感情的に引き込まれたんだよ。なるほど。
単なる成功談じゃなくて、その裏にある苦しみや努力をしっかり書いていたんだね。そうだな。しかも、番組のナレーションを担当したのは、俳優の田口智郎だ。彼の深みのある語りが、物語にさらなる重みを加えていたんだ。彼の声が、挑戦者たちの精神力をより一層引き立てていたんだよ。田口智郎さんのナレーションがまた素晴らしいんだね。それで、この番組はなぜ長期間続いたんだろう？それは、毎回視聴者に勇気を与え続けたからだと思うよ。視聴者が共感し、学ぶことが多かったから、長年にわたって放送されたんだ。挑戦することの重要さを再認識させてくれる番組だったんだよ。第6位、ジャンクスポーツ、2000年4月から2010年3月。次に紹介するのは、ジャンクスポーツだね。この番組、スポーツをテーマにしたバラエティ番組だったよね。その通りだぜ。ジャンクスポーツは、スポーツ界のトップアスリートと芸能人が一緒にゲームやトークを楽しむという、ユニークなバラエティ番組だったんだ。2000年から2010年まで放送されて、視聴者にとっては毎週の楽しみだったんだよな。どんな内容だったの？ただスポーツをやるだけじゃなくて、いろいろな要素があったんだよね。そうだな。ただのスポーツ番組じゃなかったんだ。毎回、スポーツ選手がゲストとして登場して、リアルな競技トークや体力勝負のゲームに参加したりしたんだ。でもそれだけじゃなくて、選手たちが意外な一面を見せることが多くて、そこが面白かったんだ。それは気になるね。具体的にどんなエピソードがあったの？例えば、ある回では、オリンピックメダリストが、スポーツ以外での特技を披露したり、普段の真剣な顔とは違って、お茶目な一面を見せたりするんだ。それがまた、視聴者にとっては意外で面白かったんだぜ。なるほど。選手たちが普段見せない姿を見ることができるのが、この番組の魅力だったんだね。でも、どうしてジャンクスポーツはそんなに長く続いたんだろう？それは、番組がどんどん視聴者の期待に応えていったからだろうな。例えば、競技の枠にとらわれず、アスリートのプライベートや人生観など、スポーツだけではない彼らのストーリーを掘り下げていったんだ。それに、芸能人とのやりとりも毎回楽しみだったんだぜ。そうだね。スポーツ選手の裏話やプライベートな一面を知ることができる番組って、他にはなかなかないよね。そして、司会の浜田雅俊が絶妙なタイミングでツッコミを入れて、番組のテンポが良かったんだよ。彼の存在が、番組をさらに面白くしていたんだ。浜田さんのツッコミもこの番組の大きな魅力だったんだね。それで、最後に一番印象に残っている回は？個人的には、スポーツ選手が普段見せる真面目な一面と、芸能人との掛け合いでの笑いのバランスが絶妙だった回が印象に残ってるな。あれは、まさにスポーツとバラエティが融合した最高の番組だったぜ。第5位、大和なでしこ、2000年10月から2000年12月。次に紹介するのは、2000年に放送された大和なでしこだね。松嶋菜々子さんと堤真一さんが主演した恋愛ドラマで、とっても話題になったよね。その通りだぜ。大和なでしこは、恋愛における理想と現実を書いたドラマで、特に価値観が違う男女がどのように向き合っていくのかが大きなテーマだったんだ。このドラマの主人公、桜子、松嶋菜々子はすごくお金にこだわる女性で、理想の男性像がかなり高いよね。でも、そんな桜子と出会うのが堤真一さん演じる大助なんだよね。そうなんだ。桜子は外見やお金にこだわりすぎて、現実的な男性との恋愛を避けていたんだ。でも、大助は真面目で誠実な男なんだけど、最初は桜子の理想から外れている。大助は実際、豪華な家やお金を持っていない普通の男性だったんだ。でも、そんな二人が出会うことで、物語がどんどん面白くなっていくんだよね。桜子は大助に最初は興味を示さないけど、だんだんその真摯な姿勢に心を動かされていくよね。桜子が大助に心を開いていく過程がとても丁寧に書かれているんだよ。特に、桜子が大助の過去や秘密を知っていくことで、二人の関係が深まっていくんだ。その過程が、
恋愛だけじゃなく、人間的な成長を描いていて感動的だったんだ。確かに、恋愛ドラマってただのハッピーエンドじゃないよね。大和なでしこも、最初は価値観が合わない二人が、お互いを理解し、成長していく姿が素晴らしかったな。そうだな。最終的には、二人がどんな結末を迎えるのかが視聴者の心に残るんだ。特に、大助の秘密が明かされてからの桜子の気持ちの変化がドラマを引き立てたんだ。桜子が大助のことをどう思うようになるか、最後の最後まで見逃せなかったよね。それにしても、このドラマは本当に大ヒットしたんだよね。視聴率も高かったし、松島菜々子と堤真一のコンビも最高だったな。それぞれのキャラクターがとても魅力的で、視聴者を引き込んだんだ。第4位、ビューティフルライフ。2000年1月から2000年3月。次に紹介するのは、ビューティフルライフだね。このドラマ、木村拓哉さんと常盤貴子さんが主演で、すごく感動的だったよね。その通りだぜ。ビューティフルライフは、美容師の修二、木村拓哉と、車椅子で生活する女性、京子、常盤貴子のラブストーリーだ。このドラマは、ただの恋愛物語にとどまらず生きる力や人間の強さをテーマにしていたからこそ、多くの人に感動を与えたんだ。確かに、修二が京子に対して抱く思い、そして京子自身が自分の状況とどう向き合うかってところが見どころだったよね。でも、京子ってどうして車椅子での生活をしていたの？京子は、17歳の時から難病にかかってしまって、10年間も車椅子の生活を送っていたんだ。最初、修二はそんな杏ズに恋愛感情を抱くことに戸惑いを感じるんだけど、次第にその強さや優しさに惹かれていくんだよ。なるほど。でも、修二も最初は京子を完璧に理解していたわけではないんだね。そうだな。でも、修二は美容師として腕は立つけど、逆にあまり人気がないんだ。そんな彼が、京子との出会いを通じて、自分をどう変えていくのかも大きなテーマだったんだよ。最初は杏ズとの関係に不安を抱いていたけど、だんだんとその気持ちが強くなって、彼女に寄り添うようになっていくんだ。ああ、最初は不器用だったけど、二人の関係が深まっていくんだね。でも、どうしてこのドラマがこんなに大きな反響を呼んだんだろう？それは、恋愛だけでなく、障害を抱えた京子がどれだけ強く生きようとしているか、そしてそれに向き合わせる修二の成長が書かれているからだと思う。二人の絆が深まる中で、視聴者は人の強さや優しさを再確認できたんだよ。確かに、ただの恋愛ドラマではない深いメッセージが込められていたよね。京子の生き様に勇気をもらう部分も多かったな。しかも常盤貴子の演技が素晴らしかった。彼女の繊細な演技で、京子の心情がすごくリアルに伝わってきたんだよ。木村拓哉も、最初は不器用で反発していた修二が、次第に成長していく過程を見事に演じていたんだ。本当に、二人の演技がドラマを支えていたんだね。それに、最後の結末もとても心に残ったな。結末は予想以上に感動的だった。京子と修二は、お互いの違いを乗り越え、最終的には心から愛し合う関係になっていくんだ。ビューティフルライフは、恋愛だけじゃなく、人間として成長する力強さを教えてくれるドラマだったんだよ。第3位、クイズミリオネア。2000年4月から2007年3月。次に紹介するのは、クイズミリオネアだね。この番組は、みんなが知っているクイズ番組の中でも大きなインパクトを残したよね。そうだな。クイズミリオネアは、視聴者参加型のクイズ番組で、最高賞金1000万円をかけて問題に挑戦するという形式が話題になったんだぜ。1000万ってすごい金額だよね。でも、ただのクイズ番組じゃなくて、どこが特別だったの？この番組の特別なところは、なんといってもリスクと報酬の大きさだな。問題が進むごとに賞金額が増えていくけど、間違えると一気に賞金がゼロになってしまう。でも、そのスリルがまた視聴者を引きつけたんだ。なるほど。緊張感がすごくて、見ている側もハラハラしちゃうよね。でも、この番組にはどんな特徴的なルールがあったの？この番組には3つの助けがあったんだ。50-50は、
間違いの選択肢を2つに絞る。電話は、スタジオの外にいる誰かに電話をかけてヒントをもらう。オーディエンスは、会場の観客に意見を聞くというものだな。助けが3つもあったんだ。でも、どれも使い方が難しそうだね。ああ、特に電話は、実際に電話をかける相手を決めるのも緊張感があったし、オーディエンスの選択肢は、必ずしも正しいわけじゃないから、観客の反応を慎重に見る必要があったんだ。それがまた、ゲームを面白くしてたんだね。番組を見ていると、自分も参加したくなる感じがしたな。でも、どうしてこの番組はそんなに人気があったんだろう？それは、単純なクイズ番組でありながら、スリリングでドラマチックな展開が繰り広げられたからだろうな。特に、緊張の瞬間や、大金をかけた一瞬の決断が視聴者を引きつけたんだ。1000万円という金額が与えるインパクトも大きかったんだよ。確かに、視聴者も一緒にドキドキしながら見ていたよね。それに、番組が進行するごとに緊張感が増していくのが面白かったな。そうだな。視聴者と一緒にクイズの答えを考えて、当たった時の喜びや外れた時の悲しみを一緒に体験する感覚が、視聴者の心を掴んだんだ。第2位、トリック。2000年6月から2000年9月。次に紹介するのは、トリックだね。このドラマ、ただのミステリーじゃなくて、すごくユニークだったよね。その通りだぜ。トリックは、マジシャンの山田直子と物理学教授の上田次郎がタッグを組んで、怪奇現象やトリックを暴くという内容なんだ。最初はありえない超能力や霊的な出来事が起こるんだけど、実は全て人間の仕掛けたトリックだったってわけだ。上田次郎は阿部寛さんが演じていて、直子は仲間由紀恵さんだよね。二人ともキャラクターがすごく魅力的だった。そうだな。上田は物理学教授として、科学的に全てを解決しようとするんだけど、非常に小心者で頼りないところがあるんだ。それに対して直子は、マジシャンとしてあらゆるトリックを知っていて、どんな時でも冷静に対応するんだが、ちょっと暴走しがちだな。その不器用でちょっと頼りない二人の掛け合いが面白かった。でも、毎回どんなトリックが登場するのかが本当に気になるよね。まさに、トリックの面白さは、毎回登場する超能力者や霊能力者が仕掛けたトリックを、二人がどうやって見破るかってところなんだ。トリックが解けた瞬間の爽快感と、騙されている感覚が視聴者にも伝わってくるんだよ。それに、ただのミステリーじゃなくて、ユーモアやパロディがたくさんあって、ドラマの中に笑いも満載だよね。そうだな。時折シリアスな場面もあるけど、基本的にはコメディ要素が強いんだ。登場人物たちが繰り広げるちょっと間抜けなやりとりも魅力的だし、視聴者を飽きさせないんだ。何かと変わったキャラクターたちが登場して、そのキャラクター同士のやりとりが面白いよね。特に直子の大胆な行動力と上田の臆病な反応が絶妙だった。その二人の掛け合いが視聴者を引き込んでいたんだよな。しかも、毎回一見リアルな怪奇現象が起きるけど、最終的には全て人間の仕掛けによるものだと判明するんだ。視聴者もその結末にスッキリするんだよ。毎回のエピソードで、どうしても真相が気になってしまって、終わった後には次回も見なきゃ、って思わずにいられなかった。そうだな。トリックはただのミステリーではなく、二人のキャラクターの成長や人間ドラマも書かれていたんだ。最初はうまくいかないことも多かったけど、二人が次第にお互いに信頼していく様子が描かれ、最後には本当に良いコンビになっていたんだ。それに加えて、時折書かれる謎の余韻が、より一層ドラマの深みを増していたね。第1位、相棒。2000年6月から放送継続中。さて、最後に紹介するのは、2000年に放送が始まり、今でも続いている名作、相棒だね。このドラマ、すごく長寿で、今でも多くの人に愛されているんだよね。そうだな。相棒は、警視庁特命係で働く二人の刑事が中心となるドラマで、毎回異なる事件を解決しながらも、長年続く物語が視聴者を引きつけているんだ。確かに、最初は水谷豊さんが演じる杉下右京と、
寺脇康文さんが演じる亀山薫のコンビだったけど、後に新しい相棒が登場して、さらにドラマが深まったよね。ああ、右京さんは理屈っぽくて独特な考え方をするけど、その冷静さと深い洞察力で事件を解決していく。亀山が相棒として彼をサポートしているシンプルな構図が、最初のシリーズの魅力だったんだ。でも、右京さんのキャラクターは最初ちょっと変わっていて、視聴者がどう思うか心配だったけど、見ていくうちにどんどん魅力的になってきたよね。右京さんは、表面的には冷静で偏屈な部分もあるけど、事件を解決するために全力を尽くす真剣な姿勢が、どんどん視聴者に伝わっていったんだ。それに、相棒たちとの絆や心の葛藤も書かれていて、見ている側が感情移入しやすかったんだ。そして、どんどん進化していった相棒の魅力は、新たな相棒が登場したことにもあるよね。特に、反町隆史さん演じる冠城亘が登場してからの展開がまた面白くなった。そうだな。亘は右京さんと全く違うタイプで、時にぶつかりながらも、お互いの理解が深まっていく過程が書かれているんだ。これがまた、ドラマに新たな深みを加えているんだよ。それに、毎回の事件がただの謎解きじゃなくて、社会的なテーマや人間ドラマが絡んでいるから、視聴者も考えさせられることが多いんだよね。その通り、相棒は、単なる刑事ドラマにとどまらず、事件ごとに深いテーマを掘り下げていくんだ。例えば、正義とは何か、法と倫理の違い、人間関係の複雑さなど、いろんな問題に向き合わせてくれるんだよ。だからこそ、何年経っても見続けられるんだね。視聴者は毎回新しい発見があるし、キャラクターたちの成長や変化を見守る楽しさがある。特に右京さんと相棒たちの心の変化が書かれることで、ドラマがさらに深く感じられるんだ。相棒は、長く続いたからこそ完成された名作だと思うぜ。総評またはまとめ。さて、今回は2000年に放送された名作テレビ番組をランキング形式で紹介してきたけど、どの番組も本当に魅力的だったね。どれもそれぞれに特徴があって、視聴者を引き込んでいく力があったな。松本慎介の自由で楽しい掛け合いから、相棒の深い人間ドラマまで、いろんな魅力が詰まっていた。それに、番組ごとに書かれるテーマやキャラクターたちの成長が、今でも多くの人々に愛され続けている理由だよね。そうだな。どの番組も、ただのエンターテインメントではなく、視聴者に何かを考えさせる力があった。それが、長く続く理由だと思うぜ。最後までご視聴いただきありがとうございました。これからも役立つ情報をお届けいたしますので、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。コメント欄でご意見や質問もお待ちしています。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。今日も一日良い日で、またね。